どうも健太です。突然ですが、東大の進学選択という制度をご存知でしょうか？東大でよく文科一類とか理科三類とか聞きますよね。この科とか類とかって一体何？学部が書いてないけど東大って学部ないの？そんな疑問をこの動画では解決していきます。東大健太チャンネル。最近多くの東大生をメディアで目にする機会が増えてきたなと感じる今日この頃ですが、たまに東大生の紹介で学部ではなく理科一類とか文科三類とか科と類で紹介されることがありますよね。一体この科類って何なんだろうって思ったことはありませんか？その秘密を理解するには進学選択という制度が鍵を握っています。進学選択というのは僕が東大に入学した2015年から新しく始まった制度です。新しく始まったとはいえ、2014年以前は進学振り分け、通称進振りという呼び名でほぼ同じ制度が実施されていたので、そちらの進振りという名前に馴染みがある人も多いとは思います。現在でも進学選択という名前に変わりはしたものの、通称である進振りと呼ばれることが多い制度です。この進学選択進振りという制度ですが、簡単に言うと大学 1,2 年の成績で大学3年以降の学部が決まるという制度です。今回はそんな進学選択について詳しく説明していきます。まず東大に出願する時点。他の大学だと出願の時点でなんとか大学の医学部とか法学部とか学部まで決めた上で出願すると思うのですが、東大の場合はここで軽いというものに出願します。東大には軽いが6つあります。文科が1類から3類まで、理科も1類から3類まで、計6つの軽いがあります。東大を目指す受験生はこの6つの軽いのうちどれに出願するかを決めた上で東大に出願をします。この軽いは学部とは違うもので、文科1類から理科3類まで全ての軽いが教養学部という学部に属しています。出願の時点で軽いは分けて出願しますが、入試問題は文科、理科それぞれで共通です。文科1類の問題や理科3類の問題というのがあるのではなく、文科1類から3類に出願した人は全員が文科の問題、理科1類から3類に出願した人は全員が理科の問題を受験します。違うのは軽いごとの定員や合格最低点のみです。特に理科の場合は軽いによって大きく定員が異なります。日本最難関として有名な理科3類は定員が100人しかないのに対し、理科1類だと定員は1000人以上と10倍以上の差があることになります。このような定員も考慮した上で受験生は自分の出願する軽いを決めることになります。そしてこの定員の差やこの後に述べる学部の行きやすさの差によって軽いごとの入試最低点が変わってきます。この入試最低点は年によって異なることがあり、例えば僕が出願した理科2類は例年だと理科1類より合格最低点が低いのですが、年によっては理科1類の合格最低点を上回るということもあります。このあたりは実際に受験し合格発表を聞いてみないとわからないので、かなり高度な情報が必要になってきます。理科3類はほぼ毎年非常に高い合格最低点を誇っており、そのため日本最難関と呼ばれています。自分の出願した軽いに無事合格したら4月になって入学することになります。この時点では先ほども言ったように教養学部の所属になります。例えば僕の場合は東大教養学部の2科2類という所属でした。入学したタイミングでクラス分けがなされます。このクラス分けは軽いと入学前に選択した第二外国語によって決まります。僕の場合は理科2類の13組中国語選択というクラスでした。この外国語は定員があるというわけではなく、自分が選択した第二外国語を必ず学べるというシステムになっています。それぞれの外国語によってクラスの特色もかなり大きく変わってくるので、そのあたりも見て第二外国語を選択したいところです。また必修の授業もこの時に決まったクラスによって変わってきます。
数ヶ月授業を受けたら期末試験が待っています。東大の期末試験は非常に大変です。他の大学だったらとりあえず単位を取れば十分なのですが、東大の場合はここで進学選択の制度が関わってきます。ズバリこの期末試験の点数の平均によって自分が行きたい学部に行けるかどうかが決まるのです。期末試験で高い点数を取ることができないと、2年生の夏に行われる進学選択で自分の行きたい学部に行けないということになってしまい、自分が行きたくない学部に行くか、最悪の場合は留年、後年ということになってしまいます。そして1年生を終えて2年生の夏に進学選択がやってきます。進学選択は指定軽い枠と全軽い枠があり、3段階の選抜が行われます。それぞれの学部・学科が軽いごとに定員を設けているのが指定軽い枠です。全軽い枠はその名の通り、全ての軽いからその学部に行けるという枠のことです。選抜は3段階に分かれてはいるのですが、学生の7割が第1段階、3割が第2段階で決まります。第3段階で決まるという学生はほぼいません。第1段階、第2段階ともに1年生と2年生の5月までの期末試験の成績の平均点で決まります。計算方法が違う学部もありますが、ほとんどの学部は期末試験の加重平均で評価されます。第3段階になると期末試験の点数に加えて志望理由等も考慮されます。これで理科三類は医学部という理由も説明できます。理科三類が医学部と言われるのは、医学部が理科三類に設けている指定軽い枠が多いという意味です。医学部医学科の定員は例年110人なのですが、そのうち97人は理科三類の指定軽い枠に当てられています。つまり理科三類に入った100人は上位97人に入ることができれば医学部医学科に進学できるということになります。理科三類に行っても医学部に行けない人が3人もいるのと思うかもしれませんが、実際には理科三類でも全員が医学部に行きたいというわけではなく、特に理学部数学科に行きたいという学生もいたりするので、理科三類の学生であれば希望すればほぼ全員が医学部医学科に行けるということになります。たとえ97人に入れなかったとしても、噂では医学部長に土下座をすれば医学部に進学できると聞いたことがあります。人気の学部は合格最低点が高く、期末試験に向けて計画的に勉強をし、高い平均点を取る必要があります。一方、合格最低点はかなり年によって違います。例えば薬学部は例年合格最低点がかなり高く人気の学部なのですが、僕が進学選択に参加した年はまさかの定員割れという事態で、合格最低点が実質ないということもありました。このように傾向こそあるものの、年によってはかなり合格最低点にばらつきがあるので、東大生はいろいろな情報網を駆使して進学選択を戦っています。ここで残念なことも、選抜は3段階あると言いましたが、もし仮に第3段階でも学部を決めることができなければ、2年生に進んだものの、秋から1年生に後年することになります。そうして次の年に再び2年生になり、次の年に進学選択に参加するということになります。2年生の夏で無事自分の学部が内定した多くの学生は、2年生の秋からその学部の専門の授業を受けることになります。僕は理学部生物科学科に内定し、このような授業を受けました。この時間割に関しては別の動画で詳しく紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。一方、3年生から学部が新しくなるということは、1、2年生の必修の授業を2年生までに取り切っていないと留年ということになってしまいます。他の大学だと1年生の必修の授業も3、4年生で取れば良いというところもあるようですが、東大の場合は1、2年生の授業は1、2年生のうちに取得をしておかないと3年生に進むことはできず、2年生に留年ということになってしまいます。このあたりも東大が厳しいなぁと思う理由の一つです。東大健太チャンネル。いかがでしたでしょうか。今回は東大の進学選択という制度について紹介してきました。他の大学と違って学部決定の猶予が1年以上延びるということで、
多くの高校生や東大生に支持されている制度ですが、実際は進学選択に期待している東大生ほど進学選択に落胆するということも言われており、自分の望む通りに制度を生かすのはかなり難しいのが実態です。一方、進学選択で望む学部に行けなかった人も、それ以降の勉強を頑張ってその分野で結果を残している人もいるので、人生何が転機となるかわからないなぁと思うものです。進学選択は魅力的な制度ですが、期待はしすぎることなく、自分のできることを精一杯努力していきましょう。1年生のうちは分離関係なく、いろいろな授業を取ることができるというのも東大の大きな魅力だと思います。この動画が良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。